空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日は前回のミュウができた時のお話の続きで、アルクトゥルスのミュウができた時のお話をしたいと思います。ふみちゃんとね、ある夜に2人で電話をしていたんですけれど、その時にふみちゃんが言うんですよ。今日の午前0時半頃、突然目が覚めて、左耳がパッと開いて道ができたような感じがして、そこに誰かがいたんです。でも誰だかわかんないし、そのままにしてるんですって言ったんですよ。そんなこと聞いたらね、好奇心が騒ぎ出して黙ってられないんですよ、私はね。それでふみちゃんの許可を得て左耳をね覗きに行きました。もちろんチャネリングでなんですけど、そしたら白い筒状のものがねくねくねと上につながってるのが見えたんですよ。でね、中にねやっぱり誰かいるんですよ、細い人で。それを伝えたらやっぱりってなって、でふみちゃん行ってみないのって言ったらね、一人じゃ無理だと思ってたんでって言うんですよ。もうそしたらね、行ってみたくてたまらない私。それで私がね一緒に行ってみるからっていうことで誘ってね、2人で入ってみることにしました。でもそこはね意識の世界なんですけど、チャネリングでお互い同じビジョン見えてるってことは覚えててください。ということで左耳から入ると意図して入りました。で2人ともにね入り口に立ってるのが見えたんで、大丈夫だなと。で中はね白いけどキラキラとね光って筒状、やっぱり筒状なんですね。で道になって伸びてるんですよ。でもねやっぱり奥にね細い人影が見えたんです。ちょっとね怖いかなって思ったんですけど、なんかね呼ばれてる気もして、でそれでね、中もキラキラで真っ白だし大丈夫じゃないって渋るふみちゃんをね無理やり誘って2人で中を歩いていくことにしました。でその白い筒状のところにねなんかこう窓みたいなのもあるんですよね。ででもしばらく歩いていくと行き止まりになってるんですよ。で六芒星のねマークがついてる扉がねそこにあったんですね。でもね行き止まりだしどうしよう、でもドアだしなって、で12の3でね開けてみようってなって開けてみたんです。そしたらパンって開いて見たらね宇宙空間が広がってたんですよね。あらどうしましょうって、これで宇宙空間さまよってもねってなったんですけど、2人ともね一瞬躊躇はしたんですけど、遠くを見るとねこうひときわ光る青い星が見えたんですよ。だからねそこにとりあえず行ってみようってことにしました。何度も言いますけど2人はずっと同じビジョン見てます。そして星に行くって思ったら、星についてたんですね。私ねでもね先にパッとねこう宇宙空間に飛び出したイメージはあったんで、無事ついてよかったなってちょっと思ったんですけど、そこはね私にはねちょっと濃いめのブルーのような青い光が見えるだけの世界だったんですね。ふみちゃんはちょっと違ったみたいなんですけど、そしたらねふみちゃんが頭上に正八面体の平面で見るとトランプのダイヤの形のようなものがくるくると回ってるっていうんですよ。でそこから雫のような何かが落ちてきててって、でそれをね落ちたもの拾ったわって言うんですよ。で私はねでもねそのダイヤに気づかなかったんで、言われて上を見るとね確かに何かが回ってるのは見えたんです。でもね形は分からなかったです。でふみちゃんがね拾ったものはね六芒星だったって言うんですよ。でいいなって思ってね、私も何かないかなって思ってたら、なんとねその上のダイヤの形のそのものが降りてきてねつかめました。だからそれぞれに六芒星と正八面体を持って、どうしようって、これ持ったままどうしたらいいのって考えてたんですけど、ふとね私のソウルポートレートっていうのをちょっと書いてもらったことがあって、でその中にね私の私自身を表してる絵なんですけど、その中に六芒星とひし形がね入ってたのを思い出したんですよ。なのでこれ自分の中にちょっと入れてみたらどうよっていうことを、提案してみて、でそれぞれにね入れてみたんですよ。で私はねちょうどね
第三チャクラの、太陽神経層のあたりにねスポンってそれが入ったのが分かったんで、でもふみちゃんもねちゃんと入ったっていうんで、じゃあもう帰ってもいいかもねってすることもないしねでそれでじゃあ帰ろうっていうことになって、そのまま来た道を戻って帰ってきました。でそこからですよ。一体どこに行ったんだろうって、2人でねあれこれ調べ始めたわけですよ。でその頃はね、私がチャネリングしたものをふみちゃんがパソコンでねダーって調べるっていうパターンが出来上がってたんで、その時も私がこうね、どこの星だろうって思うとね、いくつか出てきたんですけど、アルクトウスっていう言葉がね浮かんできたんで、そんな星あるって、ふみちゃんに聞いて、でまたふみちゃんがダーッと調べてないわって、じゃあアルクトールスとかあるって、いやちょっと違うな、アルクトールスかもしれないって言ったら、ふみちゃんがねアルクトゥルスっていう星があるって言うんですよ。それだわってなって、そこはねチャネリングの時とかはやっぱりピタッて会う時ってパンって一致感があるんですよ。だからもうねそれに間違いないっていう確信がねあったんですね。でそこにねまたさらに面白いことに、ふみちゃんがねチラチラと見えてた細い人はね青い人で、そしてね細い羽もね生えてたって言ってたんですけど、そこのねアルクトゥルス人も青くて羽が生えてるって書いてるって、もう2人でキャーって鳥肌ですよ。そんな感じで大騒ぎしながら検証してました。でそれでね、そのアルクトゥルスってドンピシャの名前が出た時に、また私の体の中からエネルギーがねぐるぐるって動き出したんですよ。でそれってね新しいミュウができる時の一つのパターンでもあったんで、これまたミュウができるわってなって、すぐにそのねエネルギーとミュウをくっつけてアルクトゥルスのミュウっていうのが出来上がったという次第です。たくさんミュウがねできましたけど、本当に印象深いものは本当このアルクトゥルスのミュウ、こんなね出来上がり方をするミュウってね面白いでしょう。だからこれはねやっぱりお話ししたら面白いなと思って、ふみちゃんの許可も得てお話ししました。ということで今日のお話はこれで終わります。それではまた。